ここは地上から高度 400km の上空、国際宇宙ステーションや人工衛星が飛んでいる高さです。今から約20分で宇宙の果てまで飛んでいきます。地球の直径は 12,756km。赤道上を時速 5km で毎日8時間歩くと、一周するまでに約2年9ヶ月かかります。最も地球の近くにある天体が地球の衛星である月です。月と地球の平均距離は約38万 4000km。時速 300km の新幹線でも休みなく走り続けて約53日かかります。意外なことに地球と月の平均距離には地球を除くすべての惑星が完全に収まります。1969年に打ち上げられたアポロ11号は発射から102時間と45分後に月面に着陸しました。それから50年以上が経った現代でも月に行くには同じくらいの時間がかかると思われます。地球と太陽が画面に収まる位置まで遠ざかっていきます。太陽は地球から平均1億5000万 km 離れています。人間にとって月と同じくらい身近な星ですが、飛行機で行くと19年かかるほど遠い星です。この距離は1天文単位と呼ばれており、主に太陽系の中での距離を表す物差しとして使われています。最も太陽に近い彗星は太陽から平均 0.39 天文単位、金星は平均 0.72 天文単位の位置にあります。どちらの惑星も表面温度が400度を超える灼熱の世界、運悪く膨大なエネルギーを放つ恒星のそばで生まれてしまった星です。第4惑星である火星は太陽から平均 1.52 天文単位離れています。火星は約2年2ヶ月の周期で地球に接近しています。最も接近するときは約5600万 km まで近づき、最も遠ざかるときは約4億 km まで遠ざかります。火星への旅は地球と火星の位置関係によって大きく左右されるのです。イーロン・マスク率いるスペース X の有人火星ミッションでは、火星旅行に半年から9ヶ月かかると見積もられていました。しかし、新しい推進技術を導入すれば、わずか3ヶ月で火星に行けるという研究結果も発表されています。こういったニュースを聞くと、火星がすごく身近な星に感じるのではないでしょうか。火星の軌道半径である平均2億2800万 km という比較的狭い領域の内側に3つの惑星が公転しています。しかし木星から惑星と惑星の間の距離が急激に広がっていきます。木星は太陽から平均 5.2 天文単位、土星は平均 9.57 天文単位、天王星は平均 19.2 天文単位、海王星は平均30天文単位の位置にあります。後半の惑星になるにつれて惑星間の距離が遠くなっています。太陽系のイメージとしてこのような映像がよく用いられますが、実際の距離は全く違うのです。海王星が受け取る太陽光の量は地球の約900分の1しかありません。165年という長い年月をかけて太陽の周りを回っています。有人宇宙船の歴代最高記録はアポロ10号の秒速 11km。その速さをもってしても地球から海王星への旅には約12年と5ヶ月もかかります。海王星から先にはカイパーベルトと呼ばれる小天体群が広がっています。太陽から30天文単位から50天文単位の領域に氷や岩の塊が1億個以上も漂っていると推測されています。
これらは惑星が誕生した時、余った惑星の材料として片隅へ追いやられた太陽系の残りカスです。カイパーベルトの中で最大の天体が惑星になり損ねた星、冥王星。太陽から平均 39.2 天文単位の距離を回っており、1年の長さはおよそ248年もあります。飛行機だとたどり着くまでに743年以上もかかるほどの距離です。冥王星を直接観測した唯一の探査機ニューホライズンズは太陽から約62天文単位の地点を進んでいます。このまま順調に進めば2028年から2029年の間にはカイパーベルトを抜けると予想されています。しかし太陽系の果てはここではありません。太陽から放たれるプラズマのエネルギーは太陽から約100天文単位まで届きます。これがヘリオスフィアと呼ばれる領域です。外部から降り注ぐ有害な宇宙線から太陽系を守るシールドとして機能しています。太陽のプラズマエネルギーの影響が及ばなくなる地点がヘリオポーズ。ヘリオポーズは太陽から120天文単位の付近にあり、ここが一般的に太陽系と銀河系空間の境界だと考えられています。現在もヘリオポーズの付近を飛んでいると思われる探査機が1973年に打ち上げられたパイオニア11号です。パイオニア11号は1995年に通信が途絶えましたが、太陽から115天文単位の位置にあると推測されています。ヘリオスフィアから脱出した探査機は3つあります。一つは1972年に打ち上げられたパイオニア10号。22年前から通信は途絶えているものの、現在はヘリオスフィアを脱出し、太陽から139天文単位の位置にいると推測されています。2つ目と3つ目は双子のボイジャー探査機です。ボイジャー1号は2012年に、ボイジャー2号は2018年にそれぞれヘリオスフィアから脱出したことが確認されました。動画制作時点でボイジャー1号は地球から167天文単位、ボイジャー2号は地球から139天文単位離れた地点にいます。何度も機能不全に見舞われながらも、その度に奇跡的な復旧を果たし、今日も宇宙を旅しています。そのボイジャー探査機があと300年以上かけてようやく到達できる場所がオールトの雲です。2000天文単位から10万天文単位の領域に約1兆個の彗星の核が太陽系を取り囲んでいると推測されています。6万3241天文単位が光が1年間で進める距離、つまり1光年になります。太陽から放たれた光でもオールトの雲を脱出するまでに1年以上かかり、ボイジャー1号だとあと2万7000年以上かかるのです。ちなみに最速の有人宇宙船であるアポロ10号だと太陽からオールトの雲を抜けるまでに約4万2800年、飛行機の場合はおよそ190万年もかかります。人類が滅びるまでの年月よりもボイジャー探査機の寿命の方が長いかもしれません。太陽系から半径10光年の領域にはおよそ10個の恒星があります。この図では1メモリが1光年です。太陽系から約 4.24 光年先で輝いているのは地球から最も近い恒星系プロキシマ・ケンタウリ。プロキシマ・ケンタウリはアルファ・ケンタウリ A、B という2つの恒星と重力によって結びついています。その距離は太陽から地球までの距離の約26万8000倍。ボイジャー1号でもあと7万4000年はかかります。アルファケンタウリ恒星系に向かう現実的な手段として提案されているのがブレイクスルースターショット計画です。レーザー光線を推進力にして
切手と同じ大きさの探査機を高速の 20% まで加速します。計算上はアルファケンタウリ恒星系まで20年から30年で到達できますが、実現できるとしても2030年代以降になると言われています。1世代で探査機を別の恒星系に送り込める夢のようなアイデアですが、実現までの道は険しそうです。地球から約6光年離れた位置にバーナード星があります。バーナード星は恒星にもかかわらず直径が木星の 1.7 倍程度しかありません。核融合反応を起こせるギリギリの大きさですが、木星の1600倍以上の質量を持つ立派な恒星です。地球から 8.6 光年先にある双子の恒星はシリウス A とシリウス B。これはハッブル宇宙望遠鏡が撮影した画像です。正面に大きく映っている恒星がシリウス A で、左下にかすかに見える白い点がシリウス B です。シリウス A は太陽を除けば夜空で最も明るい恒星ですが、シリウス B は核融合反応を終えて燃え尽きています。もはや自力で輝くことすらできない星の燃えかすです。太陽系から半径10光年の領域にある星は思ったほど多くありません。しかし、半径5000光年の範囲に視界を広げてみると、見られる星の種類が一気に増えます。ここでは位置メモリが1000光年です。地球から最も近くにある星団は150光年離れたヒアデス星団。星団とは互いの重力に引き寄せられた星の集団を指します。太陽から約490光年離れた場所に地球から最も近い惑星状星雲の一つ、螺旋状星雲があります。惑星状星雲とは、寿命を迎えた恒星が外装を吹き飛ばし、中心に残った高温の物質からの紫外線によって光って見えるものです。太陽も今から50億年以上経つと同じ道をたどります。太陽系から1300光年先にあるのはオリオン星雲。オリオン星雲は地球から最も近い場所にある星の形成場所です。この画像の中だけでも3000個以上の星が映っています。2500光年先に輝く NGC2264 はまがまがしくそびえ立つガスと塵の柱です。画像に映っている部分だけでも 2.5 光年、星雲全体の長さは7光年もあります。太陽から約4350光年離れたところにあるのは3回星団の NGC6530。集団で生まれた数千個の若い恒星がまばらに集まっています。この領域の直径が天の川銀河の直径の10分の1にあたります。今まで見てきた天体は地球が属する銀河、天の川銀河を彩る小さな明かりの一つに過ぎません。地球から肉眼で見えるほど明るい星は天の川銀河のすべての星のわずか数千万分の1程度です。その直径は約10万光年。光でも横切るのに10万年以上かかる領域に太陽やプロキシマ・ケンタウリのような恒星が数千億個も集まっています。太陽系は天の川銀河の中心から約2万7000光年離れた位置にあります。銀河の中心部が東京にあると仮定すると、太陽系は広島県のあたりに位置しています。今この瞬間も秒速 200km を超える速さで天の川銀河の中心を回っており、2億年から2億5000万年をかけて天の川銀河を一周するのです。天の川銀河の中心部には100億歳を超える古い星が密集しています。その厚みは約1万5000光年。それに対して太陽系がある部分の厚みは約2000光年しかありません。これはイーサの宇宙望遠鏡のデータから再現された天の川銀河のイメージ映像です。
多くの恒星の位置や動き方を研究したことで、壮大な渦巻きの模様が明らかになりました。真横から見ると、渦巻き腕が上下にねじ曲がっているのがわかります。人類は銀河どころか、隣の恒星系にすらたどり着けていません。もちろん、天の川銀河を外から俯瞰して見ることもできないのです。人類に恒星間旅行は無理だという意見もあります。遠い将来、人類が天の川銀河をこの目で見下ろせる日は来るのでしょうか。ここからはついに天の川銀河の外に飛び出していきます。実は単独で宇宙空間を漂っている銀河は多くありません。ほとんどの銀河が重力で結びつき、大小の群れをなしています。天の川銀河が属している集団は局所銀河群。さまざまな形をした50個から60個の銀河が直径600万光年の領域に集まっています。局所銀河群全体の質量の 75% を占めているのがアンドロメダ銀河と天の川銀河です。残りの銀河のほとんどはわずか数億から数十億の星しか持っていない Y 小銀河が占めています。天の川銀河に最も近い銀河は大犬座 Y 小銀河です。その距離は太陽からわずか2万5000光年。天の川銀河の半径よりも短いのです。つまり大犬座 Y 小銀河はすでに天の川銀河に接触していることになります。NASA によると大犬座の方向に不自然なほど大量に密集している恒星があるそうです。その正体こそが天の川銀河に引き裂かれて吸収されつつある大犬座 Y 小銀河の残骸である可能性が指摘されています。局所銀河群の中で最大の銀河がアンドロメダ銀河です。アンドロメダ銀河の直径は約22万光年。地球から見ると夜空で最も明るい銀河です。ところが時速9兆4600億 km で進む光でもたどり着くまでに250万年かかるほどの距離にあります。ちなみに現時点で最速の人工物であるパーカーソーラープローブの最高速度は時速69万 2000km。ワシントンから東京までを1分未満で駆け抜けるほどの恐ろしい探査機ですが、アンドロメダ銀河まで39億6000万年以上もかかります。これでも他の銀河に比べればかなり近い方です。局所銀河群で3番目に大きい三角座銀河は天の川銀河から300万光年離れています。一つの銀河を超えるだけでも人間にとってどれほど難しいことかがよくわかります。さらに天の川銀河から遠ざかっていきます。銀河群より大きな銀河のまとまりが銀河団です。天の川銀河から最も近くにある銀河団は5900万光年離れた位置にある乙女座銀河団。約2500個の大小さまざまな銀河が1000万光年にわたって連なっています。これほどの規模になってくると観測するのも一苦労です。5900万光年先にある銀河を見るということは、5900万年間宇宙を旅した末に地球まで到達した光を見ていることになります。つまり人類が観測した銀河は5900万年前の姿であり、リアルタイムの姿は絶対に観測できないのです。乙女座銀河団はより大きな銀河の集団である乙女座超銀河団の中に含まれています。超銀河団は銀河群や銀河団が1億光年以上の領域に集まっている集団です。乙女座超銀河団のすべての質量は太陽の1000兆倍に達するというデータもあります。そして乙女座超銀河団もさらに巨大な超銀河団の一部でしかありません。より遠くへ進んでいくと5つの超銀河団を含むひときわ大きな超銀河団が浮かび上がってきます。
直径5億2000万光年に及ぶラニアケア超銀河団です。この画像では中央に乙女座超銀河団があり、それを囲むように4つの超銀河団が集まっています。中にはケンタウルス座超銀河団と海蛇座超銀河団を同じまとまりとして考える学者もいます。しかし超銀河団同士の重力の結びつきは非常に弱く、その境目は曖昧です。これほどの規模まで来ると、そのような分類に大した意味はありません。ラニアケア超銀河団に含まれている星々の数は数千億かける数千、もしくは数万に上るかもしれません。少し前まで圧倒的な存在感を放っていた銀河一つですら、今では吸い込まれそうな暗闇をかすかに照らす豆電球のようなものです。ただ、銀河は偏って密集しており、ほとんど銀河がない真っ暗な空間もあります。光を放つ星がないせいで、空洞のようにぽっかりと開いたように見える領域をボイドと言います。知られている中で最大のボイドは直径10億光年。惑星も銀河もほとんどない暗闇から光の速さで10億年進まないと出られない。想像するだけで気が狂いそうになる世界です。さらに速度を上げていきます。数えきれないほどの超銀河団が密集し、密集した銀河の隙間がボイドとなって網目のような構造を形成しています。無数の超銀河団が糸のように連なった宇宙の大規模構造です。最も有名なのは超銀河団が約14億光年にわたって連なった宇宙の壁、グレートウォール。人類が発見した最も巨大な構造の一つです。さらに速度を上げて遠ざかっていきます。少なくとも光速の数千兆倍の速さでなければ、このような光景は見られません。宇宙の歴史を極限まで遡り、ついに僕たちは宇宙の最果ての光景を目にします。観測可能な宇宙は地球を中心に半径465億光年と言われています。宇宙の年齢は推定138億年です。にもかかわらず、観測可能な宇宙の直径がおよそ930億光年に達するのは、宇宙が加速度的に膨張しているからです。その先にも数えきれないほどの銀河が広がっているのか、それとも物理法則が違う全く別の宇宙が無数に浮かんでいるのか、もしかすると宇宙の広さは無限で永遠かもしれません。しかし夜空に輝いている星々の寿命は有限です。今からおよそ10兆年後には、どんなに寿命が長い恒星も燃え尽きて光を失い、宇宙は本当の暗闇へと沈んでいきます。その先の宇宙がどんな世界になるのかは誰にもわかりません。僕たちにできることは、宇宙の片隅に浮かぶ小さな星で夜空を見上げることだけです。